死者の国へ行くと言い残した1週間後、遺体となって発見された少年。彼の体からはあって当然のものがなくなっていたんです。2016年7月18日、マルタ島の東に位置する町スリマ。17歳の少年マイク・マンスホルトはホテルの部屋でバックパックの中身に入れ忘れがないか出発前の確認をしていました。ドイツから一人で旅行にやってきた彼は、これから目にする観光名所を思い浮かべながら嬉しそうにスマホを取り出します。父さん、これから死者の国に行ってくるよ。スマホに向かってそう吹き込むと、父親にそのボイスメッセージを送信したマイク。帰国を4日後に控えた彼はその日、広大な歴史遺産を観光することに決めました。レンタサイクルにまたがってホテルを出発したマイクは、地中海から届く心地よい風を受けながら期待に胸を膨らませていたんです。その日、自分が臓器を全て抜き取られてしまうとは知らずに、地中海に浮かぶ美しい島の中で不審な死を遂げた少年。なぜその遺体からは臓器が消えてしまっていたのか。謎だらけの死の真相は、その島では口外するのはタブーとされていたんです。おそすけんじゃんです。みやみこです。というわけで今回はね、リゾート地にまつわるお話なんですけど、こういうね、旅行とかでさ、絶対飛行機に乗るわけじゃないですか。最近またデルタ航空でね、飛行機事故が起こったんですけど、知ってます？なんか着陸時に失敗したやつ。そう。なんか羽がもげて、ひっくり返っちゃって。そうそう。で、なんかひたすら、その乗客がファークとか言って、出るんだけど、でもそれはそんぐらい言いたくなるよね。それそうよね。だってなんかさ、普通に飛行機が不安定になって、うわ、もう死ぬかもっつってさ、なんか一気に事故とかじゃなくて、普通に空港に飛行機が着陸しようと思ったら、いきなりひっくり返ってあんなになってるから、どっちも最悪なんですけど。航空機事故多いわね、なんだか。本当に多いっすよね。飛行機って確かね、16万回ぐらいに、1回ぐらいの確率でしか事故が起こんないんですけど、車乗るより安全なんですけど、ちょっと報道とかね、そういうニュースが増えてるから、事故自体が本当に去年と比べて増えてるのかっていうのはね、正確なデータはちょっと言えないんですけど、それにしてもなんか多い印象はあるよね。ね、チェジュ航空か。年末かなあれ。いろいろありますよね。あとなんか飛行機の接触事故とかもありましたね。現場の人たちに私たちがなれるわけじゃないけどね、偉そうに言っちゃって申し訳ないけど、やっぱ気をつけてほしいところよね。そうですよね。そういうイメージがついちゃってさ、みんな旅行行かないとか飛行機乗んないっていうのなんかもったいない気してて。僕は結構旅行にお金を使いたいなっていうのは昔からそうで、日本人がねあんま旅行行かないなっていう国なんですよ。特に海外とか、パスポート保有率も低いらしく、飛行機事故とかね見てるとちょっと悲しいなと思いつつも、今回はリゾート地のね事件を取り上げるんで、またなんか海外怖いなと思うかもしれないですけど、本当はちゃんと国選べば安全なんで、でもはらんでるリスクはあります。ちゃんと理解しとくべき。夜出歩かないとかね、ちゃんとそういうのは気をつけてね。というわけで今回はそんなねリゾート地にまつわる地中海に浮かぶ島ではあるんですけど、そういったところで起こった非常に痛ましい事件についてご紹介します。この事件ね、観光に来ていた少年が亡くなってしまう事件なんですけど、これ最初ね、事故として片付けられてたんですよ。ただ、事故だとすると、これおかしくねえかっていうところが、すごいね、たくさん出てきたんです。ってことは、なんか殺人の可能性があるってことね。まだ結論出てないんですけど、その可能性はね、十分にあるんです。観光名所で遺体となって発見された17歳の少年。彼にとってその旅は一生忘れられない思い出になるはずだったんです。死者の国。2016年7月26日、マルタ島西部の町ディングリ。地中海に面したその町には水平線を見渡せる観光スポットディングリクリフという崖があります。マルタ島有数の絶景を誇るその崖の下で、その日一人の少年の遺体が発見されたんです。崖から30メートル下の窪地で変わり果てた姿となっていたのは、ドイツから観光に来ていた少年マイク・マンスホルトでした。マイクが見つかったディングリクリフは知る人ぞ知る穴場の絶景スポットなんです。そこは美しいだけではなく危険な場所でもあったんです。ということで今回のメトラキーワード、ディングリクリフについて。ディングリクリフはマルタ島の西端にある地中海に面した断崖絶壁、海抜253メートルとマルタ島の中では最も高い位置にあり、地中海に沈む夕日や遠くに見える島々などの景色を視界一面に楽しめるんです。穴場の観光スポットのため人が少なく、ゆったりと自然を感じられることも魅力の一つ。一方でディングリクリフには危険な面もあるんです。ゴツゴツと足場が悪いにもかかわらず、一切
柵がなく転落事故が起こることも。景色に夢中になってバランスを崩したり、お酒に酔った状態で景色を見に行って転倒してしまう人が稀にいるんです。ディングリクリフの下で見つかったマイクの遺体を前に駆けつけた彼の父は一人打ちひしがれていました。こんなことになるなら一人で海外へなんて行かせなきゃよかったんだ。父親は約2週間前、意気揚々と旅行へ出かけた息子の姿をぼんやりと思い返していました。それじゃあ父さん、母さん、行ってくるね。向こうへ着いたらちゃんと連絡するから心配しないで。少年マイクがそう言って自宅を後にしたのは7月の初め。彼は休暇を利用し、イタリア・シチリア島の93キロ沖に位置するマルタへ向かうところでした。そしてマイクにとってもこの旅行は生まれて初めての海外一人旅。最初の数日間は恋人も一緒でしたが、彼女が帰国した後、マイクは一人で観光を楽しむつもりだったんです。アクティブな父の影響で幼い頃から旅行が好きだったマイク。親に頼らずに自分だけで臨むその旅行に彼は胸を躍らせていたんです。そして両親との約束通り、マイクは旅行先からの連絡だけは欠かさず行っていました。7月18日の朝10時過ぎ、マイクは父親にこんなボイスメッセージを送るんです。父さん、これから死者の国を見に行ってくるよ。死者の国という一見不気味にも思える名前が付けられたその場所は、マルタ西部にある2000平方メートルの広さを誇る地下墓地。4世紀から9世紀頃に作られた墓が約1000個立ち並ぶ壮大な歴史遺産でした。マイクから連絡を受けるたび、自分一人で計画を立てて行動する彼の姿に、父親はしみじみと息子の成長を感じていました。しかし、死者の国に行くというメッセージ以降、マイクからの連絡はパタリと途絶えてしまうんです。その日は両親も疲れて眠ってしまっただけと考えていましたが、翌日以降もマイクからは連絡がありませんでした。ただマイクの帰国は数日後に迫っていたため、両親はスマホが盗まれたか電波が届かない場所にいるだけだと言い聞かせて待つことに。でも最後に残したメッセージが死者の国に行くだなんてめちゃくちゃ不吉じゃないの。両親も本当に死んじゃうだなんてね、思いもしなかったでしょうね。この死者の国自体はね、事件とはね直接的に関係があるわけではないんですけど、なんかちょっとネーミングも相まってね、ちょっと意味深に感じちゃいますよね。マイクの帰国予定日である7月22日、両親は空港まで彼を迎えに行きますが、待てど暮らせど搭乗口から息子が出てくることはありませんでした。これで最終便だわ。両親は信じたくありませんでしたが、マイクが何か良くないことに巻き込まれた以外に考えられないその状況。彼らの通報で翌日には捜索が始まり、3日後の7月26日、ディングリクリフの下の窪地でマイクは遺体となって発見されたんです。発見された時点で死後7日程度が経過しており、マイクは父親に最後のボイスメッセージを送った直後に亡くなった可能性が高いとされたんです。初めて一人で行く海外旅行で亡くなっちゃうだなんてさ、もう両親も本当にやむにやまれる思いだったでしょうね。ここで気になるのは、マイクがなぜ亡くなってしまったかということなんです。実は検視を行ったマルタ当局の報告っていうのは違和感だらけだったんです。拭いきれない違和感。マルタ当局はマイクの遺体について次のような検視結果を報告しました。背骨に2箇所骨折があることから崖から足を踏み外し転落したものと思われる。ディングリクリフの崖下で発見されたことを思えば、その報告書はごく自然な内容にも思えます。しかしドイツ当局としてはいくつか納得できないことがあったんです。まずマイクの遺体は確かに崖下で発見されましたが、その場所でも1箇所だけくぼんだ窪地の中で見つかっているんです。そう、まるで何者かによって隠されていたかのように。さらに不審なのは、当日マイクが持っていたバックパックがなくなっていること。ホテルの監視カメラ映像によると、マイクはその日確かにバックパックを背負った状態で出かけているんです。バックパックの中身は現金600ユーロ、日本円にしておよそ約7万円分とスマートフォン、カメラ。マイクの死が本当に転落事故だとしたら、それらが現場に落ちていないことはいささか不自然にも思えたんです。これは何、誰かがマイクの持ち物を盗んだってこと？これ確かに事故だったじゃ済まなくなってくるんじゃない？そうなんです。そしてね、この後ドイツ当局が検視を行うとね、驚愕の事実が明らかになるんです。転落事故として片付けるには不審な点が多すぎるマイクの死。そして彼の死から約1ヶ月後の8月半ば、マルタから引き渡された遺体を前にドイツ当局はさらに疑惑を深めることに。ひどい匂いだ。検視に回される遺体は通常発見された時点でホルマリンで処理し腐敗を防ぐもの。しかしマイクの遺体は適切に処理されておらず、腐敗がかなり進行していたんです。そして遺体の違和感はそれだけではありませんでした。この遺体軽すぎないか。マイクの遺体は17歳の少年とは思えないほど明らかに軽かったんです。それもそのはず、彼の遺体には臓器がほとんど残っていませんでした。
マイクの遺体を解剖すると奇妙なことに脳や心臓、腎臓、肺などの臓器がきれいに取り除かれていました。当然ドイツ当局はすぐにマルタに連絡を取り事情を尋ねます。するとマルタ側からはにわかには受け入れがたい返答が寄せられたんです。被害者の臓器は遺体発見当初から存在していませんでした。おそらく野生動物によって食べられたものだと思われます。また脳は強い直射日光に当てられ完全に溶けてしまったと考えられます。野生動物に食べられて臓器だけきれいになくなっちゃうなんて話ある？だって日光で脳が溶けるって話おかしな話じゃない？普通に考えて。なんか素人が聞いても嘘だろうって思っちゃいますよね、これね、さらに検視を続けていくとね、マルタ当局の検視のその報告っていうのがね、どんどん嘘だったっていうのがね、分かってくるんです。マイクの検視を続けたドイツ当局は臓器が一切なくなってしまったこと以外にも辻褄の合わない状況に次々と直面するんです。マルタ当局はマイクの背骨が2箇所折れていることを理由に彼の死因を転落死としていました。しかしドイツの検視では背骨が折れた形跡は見当たらなかったんです。背骨の骨折はおろか、マイクの遺体には目立った外傷すらない状態。さらにマイクの遺体の近くで見つかった彼が乗っていたレンタサイクルにも傷や歪みはほとんどありませんでした。それらの事情を踏まえ、彼が高さ30メートルの崖から転落したとは到底考えられなかったんです。いやありえないでしょ。背骨の骨折がなかったんだとしたらどうやって転落したって結論付けられるわけよ。これ転落事故とね、分かる証拠っていうのは何もないんですよね。ただ分かったのはマルタ当局の報告が嘘だったということだけなんです。ドイツ当局は事件当時の状況を追及すべくマルタ当局に彼のスマホの通信履歴の調査を依頼すると、マルタ側からは通信履歴の追跡は不可能という返答が寄せられました。またドイツ当局はマルタで保管されている捜査資料の引き渡しを依頼しますが、送られてきたのはすでに解決済みの印が付けられた資料。しかもその中身には遺体や現場の写真が一つも載せられていなかったんです。マルタ当局の対応や明らかに不十分なそれらの資料を前にドイツ当局は何らかの隠蔽の意図を感じずにはいられませんでした。これってもうさ、ほぼ捜査してないって言ってるのに近いじゃないのよ。こんなんで遺族が納得できるわけないじゃない。本当その通りですよね、これ。マルタ当局のね、非協力的な姿勢っていうのは、マイクの家族にも伝わってるんですけど、そしてこれ、家族の訴えで再捜査が行われた結果、マルタ当局が隠していたであろう新事実、そして裏事情っていうのが発覚するんです。触れてはいけない真相。マイクの父は息子が不審な死を遂げた事件以来何度となくマルタへ足を運び捜査の再開を訴えかけました。その切実な訴えの甲斐もあり、事件から2年後の2018年、ついにマルタ法務省が再捜査を指示すると、当時は明かされていなかった新事実が浮かび上がってくるんです。2016年7月18日、数日後にドイツへの帰国を控えたマイクは島の西に位置するディングリクリフへ向かい自転車を走らせていた。それにしても死者の国は本当にすごかったな。ついさっき見に行った広大な地下墓地の光景を思い浮かべ、興奮冷めやらぬ様子でペダルを漕ぎ続けるマイク。やがて彼の前に視界全面に広がる地中海が現れる。ディングリクリフへ到着したマイクは潮風の匂いを感じながら感慨深げにつぶやいた。本当に初めての一人旅にマルタを選んで正解だったよ。帰国したら旅行好きの父にも土産話をたっぷり聞かせてあげよう。そんな想像を巡らせながらマイクは言った。すごいいい眺め、最高の場所だな。大きく伸びをしながらマイクが目をやったその先には、彼にずっと連れ添っていた同行者がいた。2年越しに行われた再捜査の結果、マイクはディングリクリフを訪れたその日、何者かと一緒に観光を楽しんでいたという目撃証言が得られました。情報は誰かと一緒にいたというところまでで、年齢や性別、見た目などの詳しい人物像は何も分かっていないんです。ただマイクがその日一人ではなかったとすれば、彼が崖の下で亡くなったその時の事情は大きく変わってくるんです。これは旅の同行者がマイクを殺したってこと？これあくまでね、目撃情報だけなんで確定ではないんですが、その可能性は高いと言えるんです。マルタ政府がね、その事実をどうにか隠蔽したんじゃないかとも噂されてるんです。マイクの死の真相について同行者の目撃情報やバックパックの紛失を合わせ、強盗殺人だったという説が有力視されているんです。また臓器がきれいになくなっていた事情も踏まえると、マフィアや臓器ブローカーが関与している可能性も。マイクはそうした裏社会の住人に騙され、一緒に観光を楽しむうちに命を奪われてしまった。諸々の状況からそう考えるのが自然なんです。ただ不可解なのは、遺体の状況が明らかに不自然だったにもかかわらず、マイクの死を頑なに事故死で片付けようとしたマルタ当局の対応。その
の振る舞いは治安のいいリゾート地として知られていたマルタ島のイメージを守るためだったと噂されているんです。観光産業はマルタ政府にとって生命線。観光客を狙った殺人事件が起こってしまったとあっては、島へ訪れる人が激減し、マルタの経済は窮地に立たされてしまいます。あくまで噂の域を出ない話ですが、マイクに対する殺人が政府によって隠蔽されたとすれば、マルタ当局の不審な対応にも全て説明がつくんです。初めての一人旅に胸を躍らせていた17歳の少年が旅先で命を落としてしまったという非常に痛ましい今回の事件。未だ謎に包まれているこの事件の真相、あなたはどう考えますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんと、アルゴメトリー、恵比寿にシーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高のシーシャは作りつつも、店内流してる曲を、流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか、聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな、大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでにシーシャバーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿のシーシャバーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、そこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、むしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。飲み会のたびに集団合コンを繰り返す史上最悪の学生サークル。女性を襲うことに徹底したその組織構造により、多くの被害者が泣き寝入りを強いられたんです。2003年4月27日、東京都港区六本木雑居ビル12階の居酒屋では大勢の男女が談笑していました。飲み会を開いていたのは早稲田大学の学生サークルスーパーフリーのメンバー。六本木のクラブなどでイベントを主催しては3000人近い若者を集めていた、ノリに乗っていたサークルでした。そんなサークルの飲み会に参加したのは18歳の女子大生 A さん。皆さんすごいですよね。やっぱり受験の時ってすごく勉強したんですか？ A さんは飲み会に居合わせた男性たちに興味津々。スーパーフリーは早稲田だけではなく東大や慶応、明治大学などの名門校の生徒が集まるサークル。メンバーは多くの女子大生にとって憧れのエリート学生ばかりだったんです。しかし A さんが浮かれ気分でいられたのは束の間のこと。この後彼女は飲み会にいた13人の男に寄ってたかってレイプされてしまうんです。酔いつぶれた一人の女性を13人もの男が寄ってたかってレイプするサークル。一度に3000人を集客した伝説のサークルで行われていた犯罪行為の数々とは。サークルを全国規模まで拡大させたその男は、自身の成功がハリボテだと本当は気づいていたんです。この
この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。